こんにちは、村雲です。今回の動画では、先日、トヨタ自動車から発表された、カローラクロスの年次改良モデルの改良ポイントと、グレード選択時の注意点を紹介していきます。それではご覧ください。まずは、グレード構成です。カローラクロスには、エントリーグレードの G、GX、ベースグレードの S、上級グレードの Z が設定されており、車両本体価格はご覧の通りとなっています。今回の年次改良において、Z グレード、ハイブリッド比較で、約30万円ほど、値上がりとなってしまっており、この値上がり分を改良ポイントが補えているのかが、注目ポイントかと思います。また注意点として、S グレードにはガソリン仕様の設定がないこと、また、ガソリン仕様には、4駆の設定がないことが挙げられます。SUV となっているため、路面状況の悪い道をアクティブに走行する使われ方を想定している方も多くおられるかと思いますので、注意となっています。続いてパワートレーンについてであり、今回の年次改良のポイントとなっています。カローラクロスには2種類のパワートレーンが設定されており、一つは今回の改良から設定された2リッター4気筒エンジンの使用と 1.8 リッター4気筒エンジンにモーターを組み合わせたハイブリッドの使用となっています。まずはガソリンエンジン仕様についてです。今回の改良によって RAV4 やハリアーなどに搭載されている2リッターエンジンが搭載されていることがポイントです。排気量の増加に伴い馬力が一気に30馬力アップ、最大トルクも32ニュートンアップとなっており、より優れた動力性能のエンジンへと置き換わっています。これにはエンジンの排気量アップと従来の CVT から発進ギア付きのダイレクトシフト CVT の採用による影響が大きいと考えられ、走り出しの軽快感もアップしているものと思われます。続いてハイブリッド仕様についてです。こちらに関しては 1.8 リッターエンジンとモーターの組み合わせという構成に変更はありませんが、特にハイブリッドシステム内のモーターがボクシーやノアにて実装されている新世代のものに置き換わっています。具体的には出力が大幅に向上しており、フロントのモーターの馬力が72馬力から95馬力へと23馬力向上しており、リアモーターに関しても約34馬力向上と別物となっており、これまではアシストの位置づけであったリアモーターを積極的に活用できることになったことで、より安定感のある走りが実現できているものと思われます。続いて内外装飾についてです。まずは外装飾についてです。カローラクロスにはご覧の全11色のカラーバリエーションが設定されています。年次改良時の変更点としては、グレー系のマッシブグレーが追加したことが挙げられます。注意点としては、グレード、パワートレーンごとに選択できる外装飾が異なり、Z グレードのハイブリッド仕様に関しては、すべての外反色が選択可能となっており、Z グレードのガソリン仕様ではツートン仕様が選択不可、S グレードに関してはレッドカラーが選択できず、G、GX ではご覧の3色のみが選択可能となっています。グレードだけでなく、パワートレーンでも選択できるカラーが異なるため、要注意です。内装飾に関しては、ご覧の2色が設定されていますが、ブルー内装に関しては、Z グレードのみ選択可能となっており、素材に関しては Z グレードが本革とファブリックの組み合わせに対し、S、G グレードではファブリックとなっており、オプションでも変更不可のため、注意です。展示車の概要についてです。現時点において、カローラクロスの年次改良モデルの原車を見ることができませんでしたので、今回の動画ではこちらの年次改良前のモデルをベースに、年次改良ポイントを紹介していきます。外観紹介。
まずはフロントフェイスからです。フロントフェイス周りは今回の年次改良で大きな変更は加えられていません。カローラクロスのフロントフェイスは他のカローラシリーズとは異なる顔つきが与えられており、末広がりのグリルの形状やそのグリルを縁取るような樹脂パーツやフォグランプが装備されている点などが特徴として挙げられます。特に他のカローラシリーズと異なり、無塗装の樹脂パーツが多用されていることでアクティブ感が高められており、 SUV らしさが強調されています。フロントフェイス周りに関してもいくつかグレードによって装備内容が異なり、こちらのシーケンシャルウインカー付きのヘッドライトおよびフォグランプは Z グレードのみの装備となっており、 Z グレード以外ではご覧のデザインのヘッドライトとなります。また GX グレードにおいてはグリルの縁取りがブラックカラーとなるため注意です。サイドに回り込んできました。カローラクロスのボディサイズは全長 4490mm、全幅 1825mm、全高 1620mm、ホイールベースが 2640mm となっています。全幅が 1800mm と少しの大きさであり、最小回転半径も 5.2m と小さめのため、取り回しのしやすい車両であると言えます。サイドのデザインに関しても、今回の年次改良において大きな変更は加えられていません。スタイルとしてはオーソドックスなスクエアに近いスタイルとなっていることで、後席の乗員の頭上スペースやラゲッジスペースも十分に確保された機能性の高い SUV であることがシルエットからもわかります。またフロントフェンダー、リアフェンダー周りに膨らみを持たせていることで SUV らしい力強さをそのシルエットからも感じさせるものとなっています。またホイールアーチやサイドスカート周りにも樹脂パーツが用いられている点が SUV らしさを強調しています。サイドデザインにおけるグレードごとの違いとしては、ルーフレールが Z、S グレードに標準装備であること、ウィンドウモールに Z、S グレードにはメッキ化色が施されている点が挙げられますので注意です。また今回の年次改良においてグレードは限られますが、ツートンカラーが採用されており、そちらを選択するとルーフおよびドアミラーがブラックアウトされることでより引き締まったシルエットとなります。ホイールデザインはこのようになっており、こちらも年次改良によってデザインの変更などは行われていないようです。こちらは Z グレードの車両のため、タイヤサイズは 225/50R18 インチとなっています。またそれ以外のグレードのホイールデザイン、タイヤサイズはこのようになっており、こちらもグレードごとに固定となっており、オプションなどで変更不可となっているため注意です。リアに回り込んできました。リアデザインに関しても年次改良によって大きな変更は加えられておらず、唯一ハイブリッドのエンブレムが最新仕様になっている程度となっています。そのため外観に関する今回の年次改良のポイントは、グレーに新色が追加されたこととツートンカラーが採用されたことであり、グレードによっては年次改良前後で見分けをつけることはほぼできないかと思います。リアデザインにおけるグレードごとの装備の違いとしては、テールランプの発光の仕方が Z グレードのみライン上の発光するものとなっている点と、リアのバンパーのカラー度の処理が Z、S グレードでは金属調、GX グレードではブラックとなっているため注意です。内装紹介。まずはトランク容量からです。ハンズフリーバックドアは Z グレードのみ標準装備となっています。SUV ということで高さに余裕のあるラゲージとなっており、横方向もえぐられているため実用性が高いものとなっています。床下収納は最小限といった形となっています。またその他装備として
ハイブリッド仕様にはオプションでアクセサリーコンセントが装着可能となっています。災害対策としても有効ですし、アクティブな趣味にも活用できるため、装着を検討したい装備となっています。また、鉱石を6対4で分割可動することが可能となっており、ご覧のように荷室を拡大できます。フラットではなく段差がありますが、緊急時などには重宝することになるかと思います。続いて運転席周りについてです。運転席のドア内張りはこのようになっており、上面やドアノブ付近の手の触れる部分などにはソフトパッドの素材が使われることで質感が担保されていますが、それ以外の部分に関してはハードプラの素材が使われており、高級感などはなく、価格相応の質感といった印象ではありますが、ご覧のようなドアグリップがあることでギア感が演出されており、この車両のキャラクター性にはマッチしているように思います。乗り込む際はサイドシルがそこまで分厚いこともなく、頭上スペースもしっかり確保されているので、すっとそのままの姿勢で楽に乗り込むことが可能です。ステアリング周りに関してはその他のカローラシリーズとデザインおよび機能として共通のものが装備されており、左側にオーディオおよびメーター情報の切り替えスイッチ、右側にレーダークルーズ関連の操作スイッチとなっています。メーターデザインはこのようになっていますが、こちらは年次改良前のものとなっており、今回の年次改良のトピックであるフル液晶メータの採用が挙げられます。ご覧の通り、12.3 インチの液晶メーターが今回の年次改良によって採用されたことで、様々な情報表示に加えてメーターデザインのカスタムも可能となっています。注意点としては、こちらは Z グレードのみの装備となっている点であり、 S グレードには7インチの液晶メーター、GX グレードには 4.2 インチのメーターとなっています。ただ、7インチ液晶メーターに関しても、今回の年次改良によってメーター情報表示量が改善されているようですので、日常使いにおいて不満に感じることはないかもしれません。予防安全系装備に関しても、今回の年次改良によってアップグレードが行われており、前走車との距離を維持しつつ一定車速で走行するレーントレーシングアシストの機能などに加えて、ステアリング、ブレーキ操作をサポートするプロアクティブドライビングアシストや、プリクラッシュセーフティーに右左折時の対向方向からの横断歩行者検知機能を追加されています。この機能は全車標準装備となっており、どのグレードでも年次改良の恩恵を受けられるのは非常にありがたいです。また、さらなる安全装備として、車両がアクセルやハンドル操作を行い、駐車を支援するアドバンスドパークの機能や、車両周囲の状況をカメラにて把握することのできるパノラミックビューモニターの機能が用意されており、こちら Z、S グレードのみオプション装備となっているため、運転に不安のある方にとっては要検討かと思います。ちなみに、パノラミックビューモニターを採用することで、ドアミラーにつく補助ミラーを外すこともできるため、見た目の恩恵もあります。運転席からの視界はこのようになっており、ドアミラー、A ピラー間の視界も確保されており、ナビが視界の両線と被ることもなく、後方視界も良好な印象ですので、比較的扱いやすい車両ではないかと思います。ナビ画面に関しては、今ご覧いただいているのが改良前の9インチナビとなっており、今回の年次改良によってサイズが拡大され 10.5 インチナビが採用されることとなりました。 10.5 インチナビに関しては Z グレードのみオプション装着可能となっているため注意です。オプション選択しなかった場合は8インチのナビが装備されることとなりますが、こちらも年次改良によって7インチから8インチに拡大されているので、年次改良の恩恵を受けることはできます。その下にはエアコン関連のスイッチが独立して設置されており、ボタンも大きいので操作性はいいものとなっています。
ただ、その他のカローラシリーズと共通の意匠のため、ピアノブラックのパーツとなっていますが、SUV ボディには少し合わないデザインに感じてしまいました。その下にはシートヒーターのスイッチがあり、その下部には置くだけ充電スポットが設けられていますが、こちらは Z グレードのみ選択可能なオプションとなっています。その後ろに走行モード切り替えスイッチが設けられており、エコ、ノーマル、パワーと切り替えが可能となっています。そして、その後ろにゲート式のシフトノブがあり、電動パーキングブレーキ関係のスイッチがあり、その後ろにペットボトルホルダーが2つあります。こちら、特に底上げ機能などはなく、シンプルなものとなっていました。アームレストの深さはそこそこで、ティッシュボックスなどは入らなさそうです。シガーソケットがこちらに備え付けられていました。シートに関しては Z グレードが本革とファブリックのコンビネーション、それ以外がファブリックのシートとなっています。質感としてはご覧の通り、ファブリック部分のシートがかなり柔らかく、体を支えるといった張り感があるシートではなく、包み込むといった印象のシートでした。これなら長距離移動も快適そうであり、デザインもスポーティーなものとなっています。快適装備としては Z グレードのみ、シートヒーターが標準装備となっています。続いて後席周りの内装紹介です。ドア内張りの質感としては全席同等の印象となっており、繰り返しとなりますが、価格以上の高級感が感じられるものとはなっていません。乗り込みに関しては、ドアの開き具合に関しては広い印象ですが、開口幅はあまり大きくない印象ですので、足の運びはサイズ感の割には窮屈さを感じるかもしれません。足元スペースとしては、身長170センチの私のドライビングポジションに合わせた状態で、ギリギリ足を組めないレベルでしたので、足元スペースとしては、十分なスペースは確保されているように思います。センタートンネルの張り出しは、そこまで大きくなく、後席3人乗りの状態でも、そこまで窮屈感は感じなさそうです。S グレード以上には、リアのセンターアームレストが標準装備となっています。ただ、シートの倒し方としては、6対4の分割となっているため、真ん中だけ倒して、超弱物を詰めるようにするといったバリエーションはできないことが少し残念です。SUV に乗るユーザーの場合、スキーなどに出かける人も多いかと思いますので、需要はありそうな気がします。後席シート形状はこのようになっており、サイドのサポートが少し張り出した立体的なシートとなっており、前席同様、包み込んでくれる形状となっており、快適性重視のものとなっています。また、シートにはリクライニング機能が備えられており、多少角度をつけることが可能となっています。後席からの眺めはこのようになっていて、この展示車両には、パノラマルーフがオプション装着されていました。このパノラマルーフの開口面積はかなり広いので、後席まで十分光が届き、後席の快適性がかなり向上すると思います。こちら S グレード以上のオプション装備となりますが、ぜひ装備すべきかと思います。カローラクロスを購入するならという妄想で見積もりシミュレーションを行ってみました。グレードはハイブリッドの Z を選択。私の地域ではあまり降雪もないので FF 仕様としてボディカラーをホワイトとブラックのツートン、オプションとしてはパノラマルーフやパノラミックビューモニターなどを選択していきました。最終的にご覧のオプションを選択したことで合計が約390万円となっています。カローラクラスでもこのくらいの価格帯になっているということで、車自体の値段が全体的に上がっていることをひしひしと感じますね。まとめです。外観、内装ともに今回の年次改良において大きな変更は加えられていませんが、オーソドックスな SUV らしいフォルムに裏打ちされた力強いデザインと必要十分以上のトランク容量、
乗員スペースの快適性が高いバランスで実現されており、どなたからも不満が出ない車両であると言えます。こちらに加えて、年次改良によって動力性能の強化とフル液晶メーターや予防安全装備の拡充が行われたことで、より完成度の高い車両となったことを感じられる年次改良内容となっていました。今回の動画の内容は以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。またブログも運営しており、そちらでも自動車関連情報を発信しておりますので、概要欄のリンクからぜひご覧ください。これからも自動車好きの方の参考となる情報を発信していくよう努めてまいりますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。